こんにちは、ロック204チャンネルです。この動画では、Power BI 応用2メジャーについてお送りします。Power BI のメジャーは、分析対象のデータに基づいて算出する値です。具体的には、以下の特徴があります。まず結果は数値を表します。列データでは、計算された結果として表示されます。メジャーは複雑なデータの分析などに役立つものです。このメジャーの数式は DAX 数式で作成されます。メジャーはデータビューで列として表示されませんが、レポートでテーブルやグラフとして使用することができます。それでは新しい演習用データを取り込んでいきます。まずは Excel マークをクリックして演習用データPower BI 応用に演習用データ、これを取り込みます。このデータから握力結合テーブル、売上22、23、この3つを取り込んでいきます。こちらが取り込んだデータになります。これを使って演習を行っていきます。クイックメジャーについて説明します。このメジャーを作成する場合は、ナビゲーターに従って、項目を入れるとメジャーが自動作成される機能です。最初にデータビューを選択し、作成したいデータを選びます。そして、ホーム、テーブルツール、クイックメジャーの順に選択していきます。ここでは、カテゴリーの平均を求める例を示します。クイックメジャーを押すと、計算の下に選択肢が現れます。そこで、カテゴリーごとの平均を選択します。次に、基準値に、結合結果の握力をドラッグ&ドロップします。また、カテゴリーには、性別をドラッグして入れます。そして、追加ボタンを押すとメジャーが表示されます。このスライドの赤枠内が作成されたメジャーの式となります。この式は DAX 式の書式に従って作成されています。メジャーが作成されてもテーブルの列としては表示されません。メジャーの結果を見るにはレポートビューでテーブルやグラフを作成したとき、このメジャーを使ってデータを表示することができます。こちらはテーブルに作成したカテゴリーごとの平均を表示した例となります。左のテーブルはメジャーを使用せず通常のテーブルで平均を計算した値となります。メジャーで求めた値と同じであることを確認することができます。それではクイックメジャーの使い方を見ていきましょう。最初はカテゴリーごとの平均です。使用するデータは取り込んだデータの中の握力結合テーブル、これを使います。そしてこれを展開していくと、握力、性別、都道府県が項目としてあります。こういう形ですね。で、上の方には男子のデータ、下の方には女子のデータがあります。それではクイックメジャーをクリックして新しいメジャーを作ります。ここで、展開してカテゴリーごとの平均を選びます。そしてここに、基準値のところですね、これに握力を入れます。そしてカテゴリーに性別を入れましょう。で、ここで追加ボタンを押します。そうするとここにメジャーの式が表示されました。ここで名前がここ長いので、短くしましょうか。平均
性別平均としましょう。で、ここで、エンターを押しておきます。そうするとここで、メジャーの名前が性別平均に変わりました。で、ここ作られたらですね、ここに、列が追加されないんですけども、メジャーの特徴はこういうデータで、列として表示されなくて、レポートを作った時に表示されるという特徴があります。ここでマトリックスを選びます。そしてここに、表示してみます。ここでですね、最初の列に都道府県、そして、次に、列ですね。列のところに性別を入れましょうか。そしてここに、メジャーの値ですね。値のフィールド。そうするとこういうふうな形で、女子と男子のここの握力の値、それの平均値ですね。この横方向の平均値が 15.65 という形で表示されるという、そういうような使い方ができます。カテゴリーごとの最大値も同様な方法で作成することができます。クイックメジャーをクリックし、カテゴリーごとの最大値を選択した後、基準値に握力、カテゴリーに性別を入れ、追加ボタンを押すと左上のような式が作成されます。こちらはレポートビューに作成されたカテゴリーごとの最大値を表示したものです。右のテーブルはマトリックスで男子、女子の値を表示したものとなります。どちらか大きい方がカテゴリーごとの最大値となりますので、メジャーで作成された値が正しいことがわかります。それでは次にクイックメジャーを使って、今度は最大値を求めてみましょう。こちらの中のカテゴリーごとの最大値、これを選びます。先ほどと同じように基準値の方に握力を入れます。そして、カテゴリーとして性別を入れます。それであとは追加を押します。で、この時に、名前の方ですね。これこちらの方、メジャーの名前を変えておきます。ちょっと長ったらしいので、この辺りを短くして性別最大値にしておきましょう。この状態でエンターを押します。そうするとこういう形でメジャーができました。先ほどと同じように、レポートに行って表示してみましょう。ページを追加して、マトリックスで、表示します。で、こちらの方ですね、行の方が都道府県。そして、列の方がこちらの方ですね、性別。そして、こちらのメジャーを値の中に入れます。そうするとこういう形でできました。横方向で男子と女子と大きい方ですね。15.67 がこちらの方メジャーの値として出てます。こちらの方は今度はこちらの方が大きいので、こちらの方の値がメジャーの値として出てきています。次に前年比を求めてみましょう。左のテーブルが売上2020年の売上表になります。右のテーブルは売上2023のテーブルとなります。前年比を求めるには共通するキー列が必要となってきます。1月1日から1月10日までのデータが共通していますので、この月と日を抽出し列を作成します。列の追加で月日をスライド上のような式として作成します。日付より月を抽出し、
フォーマット関数で2桁の文字列とし、日にちについても、日付の日にちを抽出しフォーマット関数で2桁としそれらを結合して、0101のように文字列とします。2022年、2023年のテーブルとも、この式で月日列を作成します。そしてリレーションビューを使用して、月日を共通列として設定します。このようにすると2020年の売上表と2023年の売上表を横に結合することができます。それでは次に前年比を求める準備をしましょう。用いるデータはこちらの方の売上2022と、それから売上2023のデータです。このデータはこういうふうな形で2022年の1月から1月1日から1月10日までのデータがあります。そして、同様に23年のデータですね、こちらの方は、23年の1月1日から10日までのデータ、これを、結びつけるにはキーとなる項目が必要となってきます。1月1日、月と日にちですね、それのデータを列として登録したいと思います。そこでまず新しい列でこちらの方にですね、式としてこういうふうに月日、マンス、月、日付の月ですね、それを取り出してフォーマット関数で2桁の文字列にします。同様に day の方ですね、日にちの方も日付から日にちを取り出してそれを2桁の文字列として、そして結合するというような形にします。で、列名が月日ということで、こういうふうな形のデータを作ります。同様に、今これが23年のデータですから、売上の22年のデータ、これにも同じように、列の追加を行います。ここで、こちらの方ですね。先ほどと同じ式を、入れてエンターを押します。そうするとこういう形になりました。そこでそれをリレーションを使って接続します。今こういう形になってますので、月日の方でこういう形でリレーションを作りました。これで、2つの表が結びつけられたということになります。後半の方は別のビデオで、紹介します。月日で結合されたら、次に前年比を求めるクイックメジャーを作成します。計算方法は、助算として割られる数を売上23割る数を売上22とします。そして追加ボタンを押すと、このような式が作成されます。結果は小数点以下3桁まで求めたいので、初式設定で赤枠のように3桁として入力しておきます。こちらが作成したメジャー前年比を表示したものとなります。このように適切なリレーションとメジャーを用いることにより前年比を表示することができます。それでは作成方法について操作を見ていきましょう。それでは22年度の売上データ、こちらの方のデータですね。22年度の1月1日から10日までのデータ、そして、23年度の1月1日から、10日までのデータ、この2つのデータを使って、前年比を求めてみましょう。この場合ですね、1月1日、1月2日というような形で年度に関係なくここの部分で連結するようにしないといけないので、その部分だけを取り出す必要があります。そこで新しい列の追加を押してやっ
て、ここでこういうような式を追加します。月日という項目を作って、日付の月の部分を取り出して、フォーマットとして、2桁同じように、ここの day のところですね、日にちの部分だけを取り出して2桁のデータにフォーマットして結合するというやり方で接続します。そうするとこういう形で、列ができました。22年度においても同じようにやっていきましょう。ここで、新しい列でここで同じように、こういう式ですね。これを入れてエンターを押します。そうするとこういう風になりますので、これでリレーションをかけてやります。今、売上データの今、月日っていう項目ができましたね。で、ここで結合してやります。そうすると1対1の結合になりました。これを使って新しくこちらの方でですね、前年比を出します。で、ここで一回ホームを押してやって、そしてクイックメジャーで計算しましょう。ここでクイックメジャーを押してやって、カテゴリーの中からずっと下の方でこれを選びます。そして、ここの方ですね、基準値、乗算じゃないですね。ちょっと間違えました。助産の方ですね。助産の方。で、こちらの方に非助産、非助数の値だから23年度の値ですね。23年度の、こっちが23年度の売上データ。そして、売上の22年度の売上をここに入れます。これで、ここで追加してやります。そうするとここに、メジャーができました。これで、前年比が求まるということですね。では、ここの名前を前年比にしましょうか。前年比。これで OK ですね。そうすると、ここにメジャーができました。これを表示してみましょう。ここで、テーブルを出して23年度ですね、の日付データ、そして、売上データ、そして前年比で出すとこういう風な形になります。で、これ1桁でしか表示されてませんよね。だからこれを小数点以下を表示するにはこちらの方にデータビューに戻って前年比を選んだ状態でこちらの桁数を3桁にします。そしてこちらのレポートに戻ってください。そうするとこういう形で前年比が表示されました。